どうも、石原慎太郎です。今日は既読スルーはありかなしかなんて、ぬるいテーマをぬるく終わらせずにぶった切ってやろうと思うよ。調査ではさ、成人の9割が既読スルーを経験してるそうだ。もう日本全国ほぼ全員、無視したか無視されたかの共犯でってわけだ。しかも理由が面倒、気まずい、忙しい。後で返そうとして忘れた。おいおい、政治家の失言の言い訳と大差ないじゃないか。責任を取りたくない人間の常套句だよ。まずね、俺の結論から言おう。原則として、既読スルーはなしだと。理由は単純で、相手に対する礼儀と責任の問題だからだよ。相手の時間、相手の気持ちは無料の消耗品じゃない。ただ、ここからが少しひねりだ。全部が全部悪と廃腕。むしろ相手との関係を図るリトマス試験紙として、既読スルーは実に優秀だ。既読なのに3日放置して平気な相手は、その程度の距離感なんだよ。だったら悩むより、ああ、こいつは私をそのレベルに置いてるんだなと理解して、関係の棚卸しをした方がいい。人間関係の決算書みたいなもんだって。面白いのはね、いつまで許せるかって質問で、多くが1、3日と答えてることだ。日本人らしい、直接は言わないくせに、心の中ではしっかり締め切りを設定している。しかも女性の方が不安や不満を感じやすいというデータもあると。これが何を物語っているか。日本のコミュニケーションはますます即列進行と空気読み時刻の二重国になってるってことだよ。結局さ、自分は人を平気で既読スルーするくせに、自分がやられると不安、不満、嫌われたかも。これ、国家だったら最悪のダブルスタンダード外交だよ。自分は約束を守らないのに、相手国が一部遅れたらけしからんと怒鳴る。三流国に家のやり方だ。俺の世代なんかね、返事をしないってことは、喧嘩を売るか縁を切るか、どっちかだった。無言は最大のメッセージなんだよ。ところが、今の若い連中は、傷つけたくない、波風立てたくないなんてきれい事を言いながらやってることは、最も卑怯なフェードアウトだ。はっきりもう会う気ない。その話は乗れないという勇気がないから、沈黙に丸投げする。これを成熟した社会とは呼ばない。じゃあどうすればいいか。シンプルだ。3つ提案してやる。1つ、返事をしない自由はある。ただし、その結果として相手から嫌われる覚悟を持て。自由にはコストがつきものだ。2つ、面倒なら最初から暗請け合いの関係を作るな。誰彼構わず即レスして、後から疲れて既読スルーするくらいなら最初から距離を取れ。3つ、どうでもいい相手には、きっぱりどうでもいいと分かる距離感を示せ。中途半端な優しさが一番人を傷つける。それでも忙しいから考える時間がいるからと言い訳したい人に一つだけ言っておく。東京の知事やりながら、小説書いて、記者会見で毎日好き放題喋ってた俺でもね、返せないなら返せないと、だけはなるべく伝えるようにしてきたつもりだよ。忙しさはいいわけじゃない。優先順位の告白なんだ。既読するが当たり前になった社会というのは、責任を取らない言葉が増えた社会だ。言葉に責任を持たない国は、いずれ政治も文化もスカスカになる。メッセージアプリ一つの話だと笑うだろうが、こういう小さな無責任が積み重なって、国の空気が形作られていくんだ。だから俺はこう言うよ。既読スルーするなら、堂々とやれ。お前はその程度の相手だ。自覚して、それでも構わないという覚悟を持って無視しろ。覚悟がないなら、せめて1個ぐらいは返してやれ。それが人間としての最低限の礼儀だ。以上、既読スルーなんぞに人生を振り回されるな。ただし、自分の既読スルーにはちゃんと責任を持て。